皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2024年3月13日水曜日です。今回の動画は昨日外来を受診しましたので、その時の内容と今現在の私の体調、3回目を終えた後の今現在の体調ですね。それから4回目がいつになるのかということ、また今帽子で保護してあります頭髪に関して実際にお見せしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。昨日のまず、受診した結果ですね。それなんですけれども、8日の日に、造影剤を入れて CT を取りました。で、内容的には、実際に取ったもの、子宮と卵巣と卵管を取って、そして骨盤内のリンパ節もすべて取って、大動脈近くのリンパ節もすべて取りましたので、それがなくなった状態で他に転移がないかどうかということの、検査だったんですけれども、今回の検査の結果はどこにも異常が見られなかったということで、もう本当にほっとしました。3回目を終えたところで、ちょうど折り返し地点ですね。なのでどうかなと思いましたけれども、無事に今のところ順調ですということでした。本当にありがたいなと思いました。抗がん剤の、副作用は本当に1回目2回目3回目と日増しにだんだんと強くなっていきますけれども、そういった状況で、細かく体の中を検査した結果が大丈夫というのは本当にありがたいなと思います。また同時にですね、昨日の血液検査の結果をこちらに出しますけれども、これ見てください。ものすごく良いんです。もうびっくりしました。1回目2回目3回目の、投与前と投与後のデータが、こちらにあります。通常は、投与した後2週間後のデータっていうのは、ものすごく落ちるんですね。で、これは骨髄が抑制されることによって起きることなんですけれども、私の場合は、赤血球と血小板に関しては、基準値内で増減はないです。ただ白血球に関しては、もともと低い位置から始まってますけれども、もうとにかく低くなっていました。で、3回目のデータは白血球もそこまで減らずに、そして好中球数ですねに関しては1回目も2回目も、投与後2週間の値は1000を切っていたんですね。900台800台という形で減っていたので、今回はもしかしたら700台かななんて思っていたんですけれども、ご覧ください。300しか減ってなくて1000以上ですね。1400台です。ということはもう本当に順調に、白血球の減りも少なく回復してきているという形ですよね。なんでこれを見たら4回目もスムーズに行うことができるという状況です。体的には本当に副作用がひどかったなって3回目を受診した後受けた後ですね思いましたけれども、でも血液検査の結果上はそこまで、落ちていなかったのでほっとしました。でこれは何が良かったのかっていうのはわからないですけれども、前回の動画で食事に関してどうされてますかっていう質問も受けているんですけれども、今回ですね3回目を受診する前ぐらいからは、白血球の、上昇を測るのに、いいよと言われているものを取ってますっていう話も前回しましたけれども、ですね、毎日毎日取っているものとしてはヨーグルト、バナナ、蜂蜜、これを混ぜたものを朝食べています。そして、牛乳も飲んでいますけれどもね、それが、毎日取っているものですね。であとは、毎日欠かさず取っているものとして、毎回すって生姜をすって、スープに入れたり、紅茶に入れたり、他の、おかずですねにも入れたりという形で、
実際にその都度すって生姜を入れています。これも良かったのかなと思いますね。であとは、毎日のように食べていたものとしてはですね、豆腐、納豆、キムチです。でこれは味覚が分からなくなった時に、キムチとかだと少しはこう分かるかなと思って、でも実際はあんまり分かってないんですけれども、でも、発酵食品ですからね、いいのかなと思っています。特にネットでですね、免疫力を高めるものとしてはニンニク、生姜と、あと発酵食品として納豆とかキムチ、あとはですね、キノコとか、そういったものも出てきていましたので、ヨーグルト、チーズですね、その辺もいいと言われているので、いいと言われているものをなるべく体の中に入れるようにしています。で、実際にお友達から聞いて、野菜ジュースですねを取ったり、酸っぱいものを食べてみたりという味覚障害の意味でも、そういったものを取っていたんですけれども、そのどれかが良かったのかなという感じはします。血液検査の結果ですね。でちょっと運動することももちろんできませんでしたので、それはしていませんので、食べるものだけでここまでこんなに回復できているということは、万人に共通ではないと思います。絶対にいいよとは言い切れませんけれども、私の体には良い作用をもたらしたという感じだと思いますので、これからもですね、続けていきたいなというふうに思っています。こんな感じかな。であとはですね、手足症候群に関してなんですけれども、実際に見ていただいて、その時の先生の反応はですね、TC 療法の場合は手足症候群がほとんどないはずなんだけどなっていうふうに言われていました。ただしびれがあるんだったらしびれ止めのお薬を出しましょうねというふうに言われて、しびれ止めのお薬はいただきました。で今回見ていただいた先生はちょっと主治医の先生ではなくて、別の先生だったんですね。で主治医の先生がちょっと午前中体調が悪くてお休みだったので、別の先生になったという経緯はあるんですけれども、帰ってきたら、先生の方から主治医の先生から電話が入っていて、で電話でお話をちょっとしたんですけれども、その時に、手足症候群は TC 療法でも起こるので、実際自分が見るまでは運動はやめたままにしてくださいということをアドバイスをもらいましたので、あと暑ければ熱を持っていれば冷やしてくださいということです。なのでお風呂に入るときは左足を外に出して右足だけ温めてみたいな形で今までもやっていたんですけれども、それ以外にちょっと熱を持ってますから、保冷剤でですね、足の裏を冷やすということも、今後してみたいなというふうに思っています。そして、しびれ止めの、お薬も飲みながらという感じですね。そういう感じです。で、先生によってもやっぱり感じ方とか受け取り方とか、経験とか違うのかなとは思いましたけれども、せっかくですね先生の方からお電話いただいたので、主治医の先生からのお電話なので、その通りに、実行してみようと思いますので、これから先もちょっと運動は控えて、ただでもですね、日常生活で足を使うことってもちろんありますから、自分の体重をね、足の裏にかけてしまうことってありますよね。歩けば、室内でもそうですから、その程度で、運動はするという形にしたいと思っています。こんな感じですね。で、4回目がいつになるのかということですけれども、4回目に関してはちょっと希望を出してみました。本当は体調も良くなってきて、血液検査の結果も、造影剤の入れた CT の結果も良いわけですから、順調にいったら3月19日が 3週間おきの、4クール目という形になるんですけれども、その日がちょっと私の父の、
命日でありますので、先生にできればお墓参りに行きたいんだけど、体調とか血液検査の結果も良いから4週に延ばすのは無理ですかねっていう相談をしたんですけれども、先生が体調もいいし逆に3回目まで順調に来てるから1週間ずらすことは全く問題ないから行ってきていいよって言っていただいたので、3月19日は父のお墓参りをしたいと思っていますので、4回目は3月26日という形に決まりました。自分のねちょっと身勝手なところがあって本当は、順調に、体も回復しているから受けた方がいいのかなとも思うんですけれども、先生の方から許可をいただいてちょっとわがままを言ってみましたので、3月26日が4回目になります。こんな感じです。ということでこれから約2週間、次の投与まであります。今現在の私の状況は、吐き気もなく、痛み止めを飲むこともなく、そうですね、味覚障害っていうのは、そのままありますけれども、何食べても、美味しくは感じませんが、とにかく体の中に、栄養を入れるということですね。それだけを気をつけています。で、トータル的に考えると普通の人の1日3食分の約半分 1.5 食分ぐらいはなんとか取り入れられていると思います。ちょこちょこ食べて、1日何回もちょこちょこ食べてますのでそのぐらいはいってるかなと思います。ただ、体重的にはやっぱり少しずつ減ってしまっているのでまだちょっと少ないかなという感じはしますけれども、一応そんな感じで味覚障害は続いています。あと手ですね、手先、足もしびれはあるので前回言った通りなんですけれども、手先がやはり前回お見せした時とはそれほどまだ変わっていません。ちょっと黒ずみがあるのは変わっていませんが、ドアのノブとか、コップを持つ時も柄の部分を持つ時に素手で手袋をしないで持っていると痛いんですね。ヒヤッとして痛みを感じますので、もう日中も寝る時も本当一日中ずっと手袋をしている感じです。であとはお料理をする時炊事をする時は、ビニールの手袋をして、刻んだり洗ったりしていますという感じです。本当に手先が本当に力が入らなくてもう笑えるぐらい力が入らないです。で痛いですね。皆さんいかがでしょうか。もうこれ本当に怠けてるわけじゃなくて本当に痛いんですよね。なんでもうどうにもならないっていう、ここが一番ネックかな今はっていう感じですね。手先がネックです。あとはもう本当に、倦怠感も今週月曜日午後ぐらいから少しずつ起きていられるようになって、体力がやはりなくなってきているなっていうのは思うので、ちょっと動くと少し疲れるっていう感じはありますけれども、でもこれはもうしょうがないかなと思うので、自分の体力に合わせてあまり無理をしないように過ごすということを目指しています。こんなところですね。あとはそうですね、問題なのは問わせですかね。これを帽子を取りますね。いかがでしょう。だいぶ、てっぺんの部分が地肌が見えていますね。で、横、前回から1週間ぐらいですからそれほど変わらないかなと思いますけれども、いかがですか。後ろとかはどうでしょう。こんな感じですね。という形でまだまだ、残ってはいます。ただ日々抜けてはいますけれども、4回目受ける頃には、もっと脱毛が進む方もいらっしゃるということなので、そのぐらいにはまた抜き始めちゃうのかなと思っています。こういう帽子をかぶっています。で眉毛とかまつげとか鼻毛とか、陰毛とか体毛とかっていうのも全部ツルツルになっているところはまだ一箇所もありませんっていう感じですね。で今これもすっぴんですからありますよね。すっぴん状態です。眉毛まつげ見ていただいてわかると思います。そんなに変わらないかなと思っています。で4回目の投与ぐらいから眉毛が抜けたって
っていう方もいらっしゃるので、もしかしたらその頃かもしれませんね。こんなところです。そうですね、こんな感じかな。皆さんいかがですか？今実際にですね、抗がん剤治療されている方もいらっしゃると思いますけど、皆さんの副作用はいかがでしょうか？大丈夫ですか？頑張りましょうね。で、他の方ですね、見ていただいている方すべての方に、メッセージとして、偉そうなことはもちろん言えないです。偉そうなことは言えませんけれども、生きていられるだけでとっても幸せなことですよっていうこと、そして、必ず素敵なこと、素晴らしいこと、いいこと必ずあるので、一緒に頑張っていきたいなと思っておりますので、これからも一緒に頑張りましょうねっていう感じです。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。次回の動画は、抗がん剤治療の内容から少し離れた感じにしたいと思っています。というのも、あと約2週間後が抗がん剤治療なわけですから、それまでの間体調を見ながら、体調一番の重視で、無理のないような程度で少しまたリフレッシュしていきたいなというふうに思っておりますので、そういった、旅動画を出したいと思っております。一緒に旅した気分になっていただけたら本当に最高だなと思いますので、もしよろしかったらご覧ください。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。